はいどうも JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。はい、今回は、180の練習方法について説明したいと思います。180ってどういうものかっていうと、名前の通り180度、半回転するトリックになるんですけれども、左足が前の人はレギュラー走行で、右足が前の人はグーフィー走行っていうんですけれども、それから、逆向きの走行、フェイキー走行っていうんですけど、それに入れ替える、もしくはフェイキー走行から自分の得意走行に戻すためのトリックになります。で、180の種類には4種類あって、お腹側から回るフロントサイドの180、あとは、バックサイド、背中側に回る、180の2種類があって、それの、逆走行、フェイキー走行版のフロントサイドとバックサイドがあるので、計4種類、種類はあります。逆走行版の182種のやり方については、得意走行の2種のやり方、180の2種のやり方と、コツは変わらないので、片方の、得意走行側の方の182種について今回説明したいと思います。じゃあまず、180するときの足の役割をまず説明したいと思います。こう滑ってるとします。そしたらこっちが前足、こっちが後ろ足なんですけど、前足はブレーキの役割を果たします。で、後ろ足は、この滑ってくるスピードをいかに殺さないかっていうスピードを残すための役割があります。はい、では、フロントサイドの180するときの足の動かし方を説明していきます。まず、まっすぐ進んでます。その状態から、まず前足を、進行方向に対して大きく外に90度、タイヤを90度にするように回してください。その後、後ろ足は放置してあげてください。そうするとまっすぐ来ます。で、このまままっすぐ行きたいんですけど、タイヤが、前足を超える状態まで来ると、前足がブレーキになっているので、まっすぐ進もうとしても進んでくれません。で、前足側にちょっと引き込まれます。こういう動きになります。で、後ろ足だった足を最終的に返して進んであげるっていうのが180の動きになります。これが先ほど説明した、足の動かし方の図解になります。黒い線が前足、赤い線が後ろ足になります。まっすぐ両足進んでいる状態から、前足を大きく外に90度を開きます。で、後ろ足がまっすぐ来ていて、前足がブレーキになってて、後ろ足が引っ張られるように前足側に寄せられます。で、そこで足を返してまっすぐ進んでいく。逆方向に進んでいく。っていうのが、この足の動かし方ですね。で、下は、重心の位置。この黒丸が、頭。で、この楕円の丸いやつが体の向き。まずはまっすぐ進んでいる状態なんで、横向いてます。で、前足が外に開いて、後ろ足がまっすぐ来てる。足が並んだちょうどこの状態。この状態だと、体が正面を向いている状態になって、頭の位置も、前足、後ろ足、左右均等の真ん中に移ります。少し、重心の位置が少し変わっているのがわかりますかね。で、このまま放置しておいてあげると、反対方向を向いて、重心の位置もさらに後ろにずれて、逆向きの状態になって滑ることができます。はい、まずはステップ1として、デッキに乗らずに、地面でこの足の形と体の動かし方を確認してみましょう。はい、続いて、デッキに乗った状態で、手すりがあるところで、先ほどと同じような足の動かし方、体の動かし方を試してみましょう。
はい、手すりを使った状態で180の動きがスムーズにできて、バランスの取る位置も、分かってきたら、次の、工程に進みましょう。次は、歩いてる程度のスピードで構わないので、手すりない状態で、滑りながら、180をやってみてください。滑りながら180してうまく回れない人は、これから言う5個のどれかに当てはまると思うんですけれども、1つ目はターンしてしまう。で、2つ目はお腹側に転んでしまう。倒れてしまう。で、3つ目はスピードが止まってしまう。で、4つ目が進行方向に倒れてしまう。で、5つ目が、背中側に倒れてしまう。このどれかに当てはまると思います。はい、今のパターンを図解化しました。黒い線が前足、赤い線が後ろ足。で、この黒い丸が頭の位置。で、楕円の形が、体の向きになります。で、最初にターンしてしまう場合がこのパターンになります。まず、前足を進行方向に対して90度に回したときに、本来頭の位置、重心は後ろ足と前足の中間、ここら辺にいないといけないはずなんですけど、前足に頼りすぎてしまっている場合。そのまま、前足の流れに乗ってしまうので、そのままぐるーっとターンしてしまう。もしくは、前足がしっかり進行方向に対して、90度タイヤを回しきれていないと、そのまま流れが進んでしまうのでターンしてしまうっていう形になります。なので、しっかり、前足を進行方向に対して90度に曲げる。もしくは、重心の位置を前足と後ろ足の中間に持ってくるようにしてください。で、続いて、お腹側に倒れてしまう場合がこれになります。前足は進行方向に対してしっかり90度回すんですけど、後ろ足が、大きくまっすぐ進んで内側に入ってくるんじゃなくて、大きく外に回して内側に入ってきているパターンになります。そうすると、進行方向に対して進む力がこういう向きであるんですけれども、一回外に出てきて内側に入ってきてしまっているので、力の向きが、回転するこっち側に向いてきてしまうので、お腹側に倒れてしまいます。もしくは、スピードが止まってしまう場合も同じなんですけれども、進行方向に対する力がこっちなのに対して、1回無駄な動き、外に出て内に入るっていう2回減速する動きが走ってしまうので、ここで止まってしまう。っていうのがこの形になります。なので、後ろ足は必ず進行方向に対してまっすぐ進めてあげるっていうように意識してみてください。で、続いて、進行方向側に倒れてしまう場合がこの形になります。前足はしっかり90度曲げられてます。で、後ろ足もまっすぐ進行方向に対して進められてるんですけれども、足がしっかり回転しきる前に足を返してしまっているので、進行方向側につんのめって倒れてしまいます。なので、このパターンの場合は、後ろ足がしっかり180度回りきるまで待ってから足を返すようにしてあげてください。で、背中側に倒れてしまうパターンがこれですね。前足がしっかり90度曲がっています。で、後ろ足もまっすぐ進んできてるんですけれども、重心の位置、頭の位置が後ろ足に寄りすぎてます。そうすると、この後後ろ足は前足に引っ張られて回転するんですけれども、ここにその後ろ足に体重が乗ってしまっているので、このまま進み続けてしまいます。なので背中側に転んでしまう。なので、重心の位置を真ん中にするようにしてみてください。これでフロントサイドの180の説明については以上になるんですけれども、それでもうまくできないっていう場合は、また柵を持って、手すりを持って、もう一回足の形、体の、バランスの取り方を、入念にチェックしてみてください。続いて、バックサイドの180について説明していきます。基本的にはフロントサイドの、180と、足の役割も同じだし、動かし方も基本的には同じになります。はい、じゃあ足の動かし方なんですけれども、まず進んでいる状態から、前足を
今度はお腹側に内股にして進行方向に対して90度に曲げてあげます。その後後ろ足をまっすぐ持ってきてあげて、で同じように、前足に引っ張られて後ろ足が、内側に入ってくるので、こういう形になって足を最後返してあげると。でそのまま進んでいく。はい、同じように図解化しました。これがフロントサイドでやった時の回り方なんですけれども、本当この全く逆をやるだけです。絵も全く一緒で、それが、真反対になっただけ。前足をお腹側の方に内股にして90度回してあげます。で、後ろ足をまっすぐ持ってきてあげて、この足が並んだ状態の時には、真後ろを向く形になりますね、この時には。で、それでそのまま流れに乗せて、後ろ足が内側に入り込んできて、真反対の状態になって進むっていう形になります。で、工程も一緒になります。まずは、足の動かし方を、デッキに乗ってない状態で試してみましょう。はい、理屈は一緒なんですけれども、前足をガニ股にするフロントサイドか、内股にするバックサイドで、これで足のスタンスが変わってくるので、こちらも、まずは最初にしっかり体に染み込ませてください。はい、じゃあ続いて、手すりを持って、デッキに乗った状態で同じ動きをやってみましょう。はい、手すりでスムーズにできるようになってきて、足の動かし方、体の重心の位置が分かってきたら、同じように今度は手すりなしの状態で滑っている状態から始めてみましょう。はい、じゃあ実際滑りながら、バックサイド180やってみて回れない時の、パターンについてもフロントサイドで説明した通り、同じ内容になります。これがフロントサイドで説明した内容になります。で、これをひっくり返すだけなんですけども、バックサイドでやるときにも、結局同じことが言えます。なので、フロントサイドで説明しているのと同じような注意点を考慮してやってみてください。で、これに付け加えて一つ、バックサイドで、ちょっとやりがちな、パターンがあるんですけれども、背中側を向いて回るので、ちょっと恐怖心があります。なので、少し前のめりになりすぎてしまうっていうことがあるので、上半身はなるべく、地面に対して垂直な状態にして回ってあげるようにしてみてください。はい、これで180の、フロントサイドとバックサイドの説明は以上になるんですけれども、この動画と、同タイミングで、180のフロントサイドとバックサイドを回っている、普通のスピードとスローモーションのいろんな視点で撮った動画を上げますので、そちらも一緒に参考にしてみてください。では今回は以上になります。また見てください。